じゃあ今日は新進スタッフさんがシンガポールのお土産でもらったプラダのバッグを解体して勉強していきたいと思います。勉強させていただきます。これは今回いつもメルカリで買ってバラして心願してるんですけど、今回は新進スタッフさんのお母さんがシンガポールに海外旅行行った時に免税店で買ってきたっていうものなので、まあ本物のプラダのバッグだと思います。でこれを外から見た感じどうですか、龍馬くん。それから見た感じ結構日焼けはしてるんですけど、綺麗やな。綺麗な縫製は綺麗ですね。めちゃめちゃ縫製どこを見ても綺麗やな。嘘ついてない感じやな。そうですね。こう見てみると、ネームの周りのピッチも多分重ねてるとこないよな、どこも。そう多分後ろで出して処理してるよな。で口元のピッチを見てもかなり安定して全部重なっているところも同じ目の幅で縫えてるね。こことか多分結構縫いにくいよな。そうですね。だいぶこれ芯かなりでっかいの入ってるのに結構目が細い。安定してる。なんかこれ2ミリぐらいで出てるな、その口元 2.5 とかじゃない。結構ギリギリキワキワってなってる。だから裏も落ちやすくなるからな。けど全然落ちるけど落ちそうになってるところもないもんな。そうですね。綺麗にできると思います。あとはハンドルの丸手のステッチの照り返し跡になって、多分ここはめっちゃ綺麗にラッパっていう機械をつけて板で合わせて縫ってると思われるね、これは。まずは最終工程である口元、ここからほどいていくんで口元のほどきから入りますが、ちょっと見てみたところどうですか、龍馬さん。ここの最後の、まとめがこう会社にしてるんですけど、ちょっとあれですね、なんか出てるっすよ。そういうの出てるの。これおそらく予想としてはこれ目重ねて糸やかんと中から出して結んでこう押し込んで入れてるやつが出てるよな。そうですね。ほどいていってちょっとどうなってるか見ていきましょう。はい。今ほどいていってるんですけど、かなり糸締まりが強くてほどくのに苦労してます。続いてほどいていきます。結んでるっすね。ここ口元ほどけたんですけど、一番最初に気になってたこの玉結びが出てたんですけど、これどうやってるんかなっていうのをほどいてみたら、こう縫いますって縫ってこういきます。で一回ミシンを止めて糸をわざわざ裏から出して結んで、ほんでまたぐるぐるっと回っていって目を重ねてるっていう仕方をしてたんで、通常やったら重ねてライターで焼くだけの処理で済ませるところが多いんですけれども、この場合の処理の仕方は多分普通にそのライターで処理するよりもおそらく多分 10倍ぐらいの時間がかかる手間のかけた処理方法をしていました。綺麗な縫製でした。ということで、この糸処理の仕方をしたら龍馬氏どうなりますか。この糸処理の仕方したら、やっぱ縫製が綺麗に見えるっていうか、もう縫い目がしっかりこう縛って見えるようになるっていう感じになります。はい。じゃあ口元のステッチがほどけたんで、今から中身を見て勉強していきたいと思います。勉強させていただきます。ちょっと芯材で汚れが溜まってるんで掃除機で吸っていきます。はい。中をこう覗いて見てみると、必要な部分にはちゃんとしっかりと芯材が使われていて、ハンドルの仮止めはこれは何でやられてるんですか。これ多分ボンドですね。多分ゴム系の強めのボンドでしっかり留めてから、で裏地つけてまとめ塗ってるっていう感じですね。そうですね。今回このハンドルのポイントは
ゴム、ボンドで留めてから仮止めしてから塗っているのか、それとも高性能なぴったし合うラッパを使って塗っているのか。ラッパっていうのはこういう部分を塗るときに使うミシンにつける道具です。で中に入っている芯材なんですけど、日本ではこういうカバンの場合は泥芯、柄芯と呼ばれるものを使うんですが、一体海外プラダはどんなものが使われているのかを見ていきたいと思います。はい。おお、出てきたし。縦からいきます。大丈夫ですか？ハンドルの解体が完了しました。やっぱり思ってた通りこのハンドルの大きさにぴったし合わせたラッパを作って縫われていたんで、ゴムのりなどで処理された跡が一切なかったです。で中は、泥芯というかロープ、泥芯っていうとか柄芯って呼ばれる日本のこういうハンドルに使う芯材はもっとふわっとしてる感じのが使われることが多いんですけど、この密度の濃いロープみたいな芯材が使われていました。じゃあ次はマチと底の縫製をほどいてガバッと開くようにしていきたいと思います。いきます。今ほどいてるんですか？このえらい返しにする。これ今ほどいてるんですけど、すごい返しにされててめちゃめちゃ頑丈に縫われています。はい。じゃあ変わってきましたね。次はどうしていきますか、龍馬さん。次は、この底を取っていくっていう感じですね。はい。そこを取ったら一回も保持します。そうですね。この底芯が元凶やね。このなんか悪のこの粉の。ほんま、すげかくみたいですもん。じゃあ、はい。ほどきます。はい。これなんかすごい芯使ってますね。そうやな。ここに日本であんまこういうの使ったり売ってるの見たことないんやけど、このなんていうの、この網網の芯材、補強テープみたいな、胴体のこの部分を補強するために使われてるテープ。これやっぱハイブランドならではでちゃんと手間かけて作ってるなって感じですね。そうですね。で底芯どうでしょう？底芯何なんですかね。なんでこれこんなに出るんですかね。何かしらの粉が。これ前エルメスの時もバラした時もこのゴミめっちゃ出てん。あ、そうなんですか。ヨーロッパ系の芯材はなぜかめちゃくちゃこういう粉が出る。なんかあるんですね、海外でも。ということで次はこの、底芯と底をばらしていきます。で終わったらちゃんと掃除します。掃除します。はい。すごいんじゃないですかこれ。大丈夫ですか？マジうまい棒1本作れるレベルです。そうやな、明太子味作れるよな。底の生地と底芯が剥がれました。底芯は二重構造になっていて、真ん中は硬く丈夫にして、ここは薄くていきたいから多分薄い芯材と厚い芯材を重ねて底芯を作っていました。
じゃあ掃除が終わったんで次は、胴体にいろんな芯材が使われているんで一つ一つ剥がしてどうなってるか見ていきたいと思います。観察していきます。はいあ、これ紐がひっついてもうたよ。そうです。紫、今芯取ってみたんですけど、これ糸、表はね一緒の糸で紫なんですけど、裏糸がちょっと違うですね。オレンジと何ですかこの色はベージュベージュみたいなっていう感じです。だからこっちが多分下糸なんじゃん。そうですね。ボビーに、巻き残ってたやつで上糸は変えずにもうそのまままあ、ガーッと、本物でもそういうことはするということです。そうですね、見えないところなんで、はい。口元周りの前胴の上部についていた芯材をばらしたんですけど、最初バーってばらしていったら4層構造になってるのかなと思ったら思いきやこんなものが入ってますね。鉄。すごいですね。もうプラダここまでやるんですよ。芯材だけですよ。芯材だけで4つ、しかも鉄使うとかな。多分この鉄が前胴をこう張りを持たせるというか、そういう役割を担ってます。すごいですよ。すごいな。感動しました。こんな芯材はあんま見たことないです。次は、ロゴを、取っていこうと思います。はい、でこれ裏見たら、もうプレートも同じサイズで、縫い目がもう裏から見えないですね。表しか見えない。表しか見えないってことは、これはじゃあ、別で裁断してるってことかな。多分そうですね。はい。同時じゃないってことですね。はい。じゃあほどいていきますか。ほどいていきます。それはちょっと無理かな。いきますよ。はい。じゃあプレートが外れたということで、プレートの裏がこれちょっとなんか表から見たらまあ普通のプラだった感じだけど、裏がなんか変な文字が書いてなんなんやろな、これ何を意味するのかちょっと分かんないんですけど、なんか刻印みたいなのが打たれてます。これ多分本物のあれ証みたいなところあるのかもしれないですね。かもしれないよな、かもしかしたらこれでどこで作ったとか分かってるようにしてるとか、そういうパターンもあるかもしれないけど、ちょっと分からへんな。そうですね。それはプラダさんのみですよ、多分。はい。でこの台の部分、ネームの台の部分、裏見てみたらやっぱりちゃんと裏から糸出してステッチが重なってるところがないようにしてボンドでしっかり留めてます。で、これを解体していきます。はい。自分が取られるものになったらさ、はい、これもボンドで切り返しがうまいな。どうですか、このネームの裏の切れの部分、台の部分、台の部分が、これへり返しになってるんですけど、へり返しのこの R かかってるところが、だいたい薄くするんですよ。薄くするっていうか、薄くする理由は寄せやすくなるんですね。へり返しがきれいにできるってことそうですね。こっちは何でしたっけ？キック寄せ？キック寄せ。あっちでは小林とか言ったりするんですけど、そのキック寄せをしやすい状態にする技法っていうか。でこれ手立ちで角を削ったりするパターンもあるけど、プラダはもうタガネでいってますね。多分そうですね。もう最初の時点でもうそれを計算したヘリの長さにされてるね。はい。そんな感じです。はい。これで表動画全部解体し終わったんで、次は裏地に向かいたいと思います。で裏地なんですけど、とりあえず天待ちって呼ばれるこのパーツと、あとはこのネームプレートがついてるんで、そちらの方も分解してちょっとどうなってるか確認していきたいと思います。
胴体部分と天待ち部分が分解完了しました。で細かい部分を見ていくと、このファスナーの尻止めと頭止めのところの生地の縫い合わせの縫い方がど真ん中にちょうど来てて、これ意外に結構難しくて、こんだけぴったしに両方合わせて全部量産するのはやっぱりかなりクオリティが高いと思われます。そしてこの天待ちの部分なんですけど、これちょっとややこしいんですけど、専門的になるんですけど、普通はこういうところはもうほぼ見えないところなんで何も処理しない、もしくはグログランテープを巻くっていう2種類の処理の仕方をすると思うんですけど、これは生地の取り率も悪くしてでも生地で見えないように綺麗に処理されてたんで、これかなり勉強になりました。めっちゃ勉強になりました。じゃあ天待ちの、考察は終わったんで、次はこの裏地の部分を見ていきたいと思います。はい、まずはポケットの中、これハイブランドの注目なんですけど、大抵タグが隠されてます。今回のプラダはどうでしょうか。どうなんでしょう。どうでしょう。こっちにはないですね。逆側にはありましたね。なんかありますね。やっぱり68って書いてる。68、これなんやろな。68、もし誰がもしくはどこで作ったか多分分かるようにしてるんやと思う。そうですね。まあ、ブランドによっていろいろ意味があるやろうけど、なんかそういう確率が高い気がします。はい、ということで、最後にこの裏地のプレート部分を剥がしてプレートがどうなってるかを見て考察完了とさせていただきたいと思います。はい、じゃあ行きますか。行きましょう。はい。これが取れました。はい、ということで以上で全部分解が完了しました。今回どうでした？プラダのバッグバラしてみて。いやもうほんま鳥肌レベルでめっちゃ綺麗でしたね。で芯材がやっぱ、ね5枚重ねっていうもうめちゃめちゃもう感動したし、各所にすごいなんか見たこともないような芯材をいっぱい使ってたよな。そうですね。もうなんかプラダっていうめちゃめちゃもう見直したというか、そんな上からじゃないですけど、なんかすごいブランドなんやなってやっぱ思いました、ね。改めて思った。めちゃめちゃ友達にお母さんにおすすめできそう。もう全然おすすめします。今日帰ったらもうすぐおすすめする。ということで今回の、プラダのバッグバラしてかなり勉強になりました。すごかったですね。また次回はメルカリで買って新刊シリーズを、今回のはちょっと特別枠で新進スタッフさんのバッグをバラして本物かどうかっていう、本物かどうかっていうか、まあ、確実にバラしたところ本物でした。はい、次はまたメルカリで買ってみてハイブランドのバッグをで偽物か本物かっていう企画をまた続けてやっていこうと思うので、またその辺も見てもらえると嬉しいと思います。嬉しいです。またよかったらチャンネル登録とかもよろしくお願いします。お願いします。さよなら。さよなら。ほころびがあるバッグなんかだとこの辺で結構分かってきます。じゃあ開けていきます。もう一回いく？口元がほどけたんで今から中身を見てどういう風な処理をされてるか勉強していきたいと思います。いただきます。いただきます。勉強していただきますのいただきます。もうごめんなさい、なんか紛らわしいこと言っちゃいました。まあ顔も映さんでやる思ったわ。そっちの顔まで言ってるやんけ。笑わせてみたいなですね。はい、今ちょっと底を、ほどいてるんですけど、めちゃめちゃ返しにされてて、もう手芸みたいなやつですね。何みたい？手芸手芸ってどういう意味？まあほぼないけどな。もう芯材を剥がしていくって感じでいきます。どうぞ、カモン。回ってる？ね、パーン。カットかかんないです。なんか喋り出したら負けかなと思って。